だからそういうわけなのよ。何が？だからパレード？ストーンウォール記念なのよ。悪い、友。意味わかんないよ。いきなりそういうわけなのよって言われても全然わかんないよ。一体全体何があったらそんな格好になるんだよ。そこでカラスは落ちていた他の鳥たちの美しい羽を拾い集め、自分の体に貼り付けましたよ。どうしても女王になりたかったのね。だってプライドパレードだもの。ストーンウォールから50周年のパレードなのよ。はあ？いつにも増して盛り上がること間違いないじゃない。で、せっかくだもの。だったら僕もパーッとパーッと？プライドを表現して渋谷の街歩こうかしらって。そこ。え？わけわかんないでしょ。どうして父兄さんの紛争が。父兄さん違う。ニューヨーク市警のポリス。それに紛争じゃなくてドラッグクイーン。どっちだっていいよ。俺が聞いてんのは、なんでストーンウォールテーマにしたらミニスカポリスになんだよ。体制への反骨精神？取り込まれちゃってんじゃん、体制に。摘発に来たはずのマッチョな警官が女装にウィッグ投げつけられて、そこからこぼれ落ちたヘアピンの音がかすかに響いた途端、こう熱い思いが彼の奥底から湧き上がり、うっかりかぶっちゃったって設定？無理がある。こんなの掲げても無理があるっていうか、パレードに政治入れ込むなってまた炎上するよ。正直言うと、僕もこの格好どこかしっくりきてないのが本音。ああいう女装とかドラッグとかってさ、なんつうの？こうコンセプトより内なる熱い衝動とやらに突き動かされて形になるもんじゃないの？マサ、わりかしドラッグに精通してるのね。俺昔午後やってたからね。何イケシャーシャーと嘘言ってんのよ、ずうずうしい。あ、びっくりした。昔してたさ、あれでいいじゃん。あれ、これほら、越路吹雪。越路さん？もちろん悪くはないんだけどね。でもこれドラッグっていうより好きすぎてこうちゃんそのものになっちゃってるでしょ。なりたい自分、いいじゃん。内なる衝動を形にする。なんていうの？もっとジェンダーをカリカチャーさせるっていうか、キャラクターになるっていうか。だったらさ、お前面長だし、こうやって大きめのメガネかけるとさ、越路吹雪のはずがだんだん岩谷時子にも見えてくる。封印したの、こうちゃんは。僕自身が彼女の年超えちゃった時に。岩谷さんの方は100くらいまで生きてたよな。僕もね、パレードあと何回歩けるかわからないしね。やり残さないようにしなくっちゃって。お前ね、死ぬまでにあと何回とか、そういうのは桜の花でも見てつぶやくもんなの。同じよ、桜の木もパレードも。下にはたくさんの亡くなった方々が埋まってるのよ。梶井元次郎、桜の木の下には、その心は？ホロコーストをはじめ、長い歴史において戦ってきた多くの先人たちの亡骸を肥やしとして、花はあんなにも美しく咲き誇っているのよ。そんなわけで悩んだ末にこちら、この度お世話になるブブドラ。現存してんだ、この人。いるでしょ？存在してるでしょ？現にここに。いや、全く喋んないし、俺だけしか見えてないのかなって、座敷わらしとかチャッキーとかそういう類のもんかと。お前、時々それ系と仲良くするじゃん。ドラッグクイーンコーディネーター？もうプロの手借りることにしたの。
スタイリストみたいなもん？これブブさんにチョイスしていただいた試し撮り。何がジェーンに起こったかのベティ・デイビス。サンセット大通りのグロリア・スワンソン。愛と憎しみの伝説、フェイ・ダーナウェイ。どうもイメージソースに偏りあるな。往年の大女優縛り。起死回生を図る老女縛り。僕どうしても消せないのよ。自由であっていいはずのドラッグなのに、みんな老いを排除してるように思うの。そりゃわざわざ老けて見せたがる人いないっしょ。だから僕がやってみせるの。おばあさんのドラッグクイーン。けどもちろん華やかさを保ちつつね。ダメ。腰の純子と阿弥陀ババアしか思い浮かばない。いつまでも若さに執着するってのも痛々しいじゃない。晩年の杉村先生のブランチ、客席から「春子さんもうやめてくれ!」の絶叫。演技力ではどうにもならない現実をまざまざと見せつけられた瞬間だったわ。俺こないだそれと似たようなことあった。街歩いててえらい若作りした猫背のじいさんが歩いてんなって立ち止まってみたら、ショーウィンドウに映ってる自分だったの。その晩燃やしたよ、着てた服。煙が目に染みた。僕、若者全員に伝えてあげたい。あんたたちもいつか生き延びた褒美に老いるのよって。俺たちって古くなった車に乗ってる青年のようなもんだよな。気持ちでは坂駆け上がりたいんだけど、アクセル目いっぱい踏んでもあれスピード出ないみたいな。わかるわ。僕もね、つい先日セレクトショップでとっても素敵な春色の花柄シャツが目に留まったの。春色の花柄シャツ？このシャツは僕のシャツだ。まさしく僕に買ってもらうためにここで待っててくれたんだって。手に取ってフィッティングルーム向かったら、カーテンの向こうから同じシャツ着た若者が出てきて、とっても似合ってるその子見て一気に現実に引き戻されちゃった。年寄り笑うな行く道だ。バカだな僕。年がいもなく何幻見たんだろうって。友、お前さ、それ着て歩けばいいじゃん、パレード。それってだから春色の花柄シャツ。せっかくだけど杉村さんのブランチにはなりたくないのよ。いいじゃん杉村春子、いいじゃんブランチ。お前が一人じゃ心細いって言うんだら、俺もそうだな。50年前にタイムトラベル。ティーネイジャーの格好でもして一緒に歩いてやるし。10代の時の服装なんてまだ持ってんの？クローゼットの奥しまい込んでんの。そうね。確かに年がいもなくってのも年重ねたものしかできない裏技よね。パレードってのはさ、あれでもないこれでもないってクローゼットの中からとびっきりの一着選んでその日を迎えるもんなんだろう。それまるでデートのよう。来た道行く道二人旅。これから通る今日の道。いいよ友。こうしてみると俺たちようやく七分咲き散るにはまだ早いね。マサも70年代ディスコファッションイケてるわよ。タララララランタララララランタラララララン。ドナ様、青春のビーバー。サタデーナイトフィーバーってあれ、マサティーンエイジャーって言ってなかったっけ？70年代とっくに20歳過ぎてたでしょ。細かいこと気にしない気にしない。ほんと平気な顔して嘘ばっかつくわね。だいたい10代の頃ってもっとこんな感じじゃなかったかしら。ハッピープライド。あ、喋った。
しい最後。お米買うお金もなかったんで私も。でこれはもうとにかく最短時間で最大限のお金を稼ぎ、かつ最大の時間をダム大工のために使えることって言ったら、でもその時まだその風俗って思いもよらないで、なぜなら私まだ体に自信がなかった。要望に自信がなかったから、まさか風俗はそんな技術的に難しい仕事は無理やと思ってたんですね。父の影響もあってすごくセックスワーカーっていうかそういう人たちを尊敬してたから、素人の私には無理やと思ったから、とりあえず夜の仕事をしようと思って、で祇園ってわかります？京都の祇園の一筋横に木屋町っていうね、ちょっと祇園より格が落ちるストリートがあるんですよ。金額も安いし、でそこがその、学生のための風俗街があって、でそこにあるスナックに面接に行ったんですよ。だからその6年間主婦やってたし、全然水商売、未経験の30のおばさん、30歳のおばさんですから、私が面接来ましたって言ったら、そのスナックのママが「はあ?」っていう顔して「あんた何していけはったん?」みたいな顔で見張ったから、私はもうブチギレて「何しに行けたんもなんも私お金がいるから面接に来たんですけど」もうそういう本当にありありとそういう感じなのね、向こうは。そう顔したからでブチギレて「いいです」って言ってドアを閉めて、その隣にあるピンクサロンをくぐった。へえ、もうこれは、でもお金を稼がないあかんから。そう、でもつまりそのホステスさん、いわゆるお酒の相手をするっていうことの世界の人はではなんかご縁がないのね。なんかご縁がないのね。じゃあ隣のピンサロンでやったらどうかなと思って入ったら、もう明日からおいでみたいになって。